こんにちは。今日はね、日本の部活っていうトピックについてお話ししようと思います。まず最初に部活、知ってる人もいると思うんですけど、もう一度部活の意味についてお話ししておくと、部活っていうのは、学校に行って、で、学校の後で帰らないで、そのまま学校に残って、で、その学校の中で、スポーツしたり、楽器したり、そういうのをする、学校のアクティビティみたいな感じなんですけど、皆さんの国にもそういうのありましたかね？僕のイメージだと、なんか日本の部活みたいなスタイルのものは結構珍しいような気がするんですけど、どうですかね？なんか例えばスポーツがしたかったら学校の中じゃなくて学校の外のクラブのチームに入るとか、音楽とかだったらご両親、お父さんとかお母さんがもともとその楽器をしている人だから、子供の時から楽器するみたいな人も多いと思うんですけど、日本では結構部活がスタート、部活がきっかけになってあのスポーツ始めるとか楽器始めるっていう人が多いんですよね。例えばNBA、僕バスケが好きなのでちょっとバスケの例になっちゃうんですけど、NBA に八村塁っていう日本人の、選手、とても活躍している選手がいるんですけど、その人も中学生の部活からバスケを始めて、で今 NBA で活躍してるみたいなんですよね。とか僕の小学校にもなんか部活みたいなものがあって、中学生みたいになんか本格的な部活じゃないんですけど、小学生の時も1週間に3日ぐらい学校の後で自分の好きなことができる、好きなクラブに行ける時間みたいなのがあって、多分月水金だったと思うんですけど、学校が終わってその学校の後で、例えば今日、僕はサッカーがしたかったらなんかサッカーのセクションに行って、他にもピアノが弾きたかったらピアノがある教室に行ってって、なんかそういう小学生の時から、いろんなことを試せる時間っていうのがあったんですよね。で、それがきっかけになって、もっと本格的にギターやってみたり、もっと、野球に集中してみたり、そういうことができる時間があったんですね。本当に良かったと思うんですけど、今日話すのはその小学生の時じゃなくて、その中学校とか高校の部活、本格的な部活についてですね。で、部活って、大きく分けて2種類あるんですよね。で、一つは、運動部ですね。で、もう一つは、文化部ですね。でも運動部は多分名前で分かりやすいと思うんですけど、運動する部活ですね。サッカーとか、剣道もあるし、柔道もあるし、もちろんバスケとか野球もいろんなスポーツが、あります。で、もう一つの文化部は、運動部じゃない部活ですね。なんか漫画描くとか、美術部もあったんですけど、漫画みたいなスタイルじゃなくて、もっと美術館にあるようなあんな絵を描く部活だったりとか、吹奏楽部ですね。いろんな楽器してみたい人は吹奏楽部行ったり、なんかヌークラスとかもあって、本当にいろんな選択肢があるんですけど、その学生の時はこの部活しなきゃいけないんですよ。選べるんじゃなくて、特に1年生の時はもう絶対しなきゃいけないみたいなルールがありましたね、僕の学校では。っていうのも、部活に入ると、内申点っていうのがもらえるんですね。で、内申点っていうのは、なんか、普通の点、テストの点はもちろんテストの点なんですけど、テストの点じゃない点、なんか学校で、いい学生を証明する点みたいな感じですかね。ちゃんと授業聞いてるかとか、部活に入ってるか、なんか悪いことしてないかとか、いろんなグレーディングの基準があるんですけど、そういう内申点っていう点を取るために部活に入らなきゃいけないっていうルールが、ありました。で、その内申点っていうのは、高校に入るときとか大学に入るときに大切になるんですね。中学とか高校のテストの点プラス内申点、ちょっとエクストラみたいな感じですかね。で、これ入らなきゃいけないってルール、僕の学校ではあったんですけど、僕の学校って公立の学校だったんですね。
なんですけど、多分私立ではそんなルールとか別になくて、やっぱりプライベートの学校なので、厳しすぎるとなかなか学生が集まらないっていうのもあると思いますしね。まあ、とにかく、部活には2種類あるってことですね。運動部と文化部。で、多分こういう情報、もう皆さん知っててつまらないかもしれないので、まあ、ここからは僕の経験について、部活の経験についてお話ししようと思うんですけど、さっきちょっと話したんですけど、僕バスケ部に入ってたんですね。では僕の学生の時のバスケ部のスケジュールっていうのがあって、まず、朝練っていう、朝の練習ですね。他の学生より、普通の学生よりちょっと早く学校に行って、その学校が始まる前に学校に行って、自分たちで体育館の鍵を開けて、で自分たちで練習して、で学校が始まる時に、みんなと同じ時間にクラスに行くっていう感じなんですけど、まあ、それが朝の6時半から8時ぐらいまでありました。なんで多分朝5時半ぐらいに起きて朝ごはん食べて、でそのまま朝練に行くっていう感じですね。で僕はもちろん5時半に起きてたんですけど、僕のお母さんも5時半に起きなきゃいけなかったんですね。別に起きなくてもよかったんですけど、やっぱり朝ごはん作らなきゃいけないって思ったので、多分朝早く起きて僕と同じ時間に起きて朝ごはん作ってくれてたって感じですね。でそのまま朝練が終わって、8時に朝練が終わって、で学校が8時半からだいたい3時、昼の3時ぐらいまであるんですね。で8時半から、3時までの間に昼休みが1時間ぐらいあるんですよね。昼ご飯食べる時間ですよね。でその時に僕はあんまりしなかったんですけど、30分で昼ご飯食べて、で残りの30分練習する人とかもいました。で、その後、3時に終わって、その後、本格的な練習ですね。で練習は、大体3時から6時ぐらい、3時間だけだったんですけど、ありました。でその後は、もちろん人によるんですけど、みんな自分の家に帰って、好きなことするんですけど、ま遊んだり、勉強したり、いろんな人がいますね。僕も結構遊ぶことが、多かったんですけど、それと同時に勉強も結構頑張ってたので、勉強がある日は勉強とか、塾も時々あったんですね。で塾がある日は7時から、9時とか9時半ぐらいまで、塾で勉強するっていう感じですね。なので練習が6時に終わって、で塾が7時ぐらいに始まるので、つまり1時間で家に帰って晩ご飯食べて塾に行かなきゃいけないっていう、めっちゃタイトな、結構大変なスケジュールだったんですね。で9時とか9時半ぐらいにその勉強が終わって、でまたその9時半ぐらいにそのバスケ部の友達、バスケ部のメンバーと夜に集まって、そこから1時間ぐらい走るっていうのも、よくしてましたね。なので、10時半ぐらいまで走って、で帰って、11時とか11時半、時々12時に寝て、でまた次の日5時半に起きて朝練っていう、今考えるとめちゃくちゃしんどい、めちゃくちゃ大変なスケジュールだったと思うんですけど、若いんでね、別に、寝る時間大切なのでちゃんと寝る時間取ってたんですけど、それでも勉強とスポーツ本当にいっぱいして、疲れてるのに、7時間ぐらい寝たらもう、次の日めっちゃ元気があるっていう感じなので、本当に若いのはいいですね。それでよくなんか日本の学生とかアジアに住んでる学生って忙しそうっていう話よく聞くんですけど、本当にそうなんですね。特に日本では部活してる人は本当に忙しい中でみんな勉強頑張ったりしてるっていう感じだと思いますね、今でも。それで部活やってる時に、いろんなことあったんですけど、よく覚えてるのは、その、集団意識
が大切っていうことですね。これが、よく覚えてることなんですけど、例えばバスケの練習の時にシュートの練習もちろんするんですよね。で例えばシュートを50本成功させなきゃいけないっていうメニューがあったんですよ。でそのメニューで一つのグループ、10人ぐらいいるんですけど、その10人で、頑張ってシュート50本、成功させるんですけど、つまり1人5本シュートのチャンスがあるんですね。でそんなに遠いところからのシュートじゃないので、結構簡単なんですよね。上手な人だったら5本絶対100%入るみたいなメニューなんですけど、それでその50本の中で1人そのメンバーの中グループの中の1人が全部失敗したら5回失敗したら、50本の中の45本成功で5本失敗になりますよね。で、その5本失敗したらこのグループ全員グラウンドですね、学校のグラウンドを5周、走らなきゃいけないっていう、3キロぐらいですかね。その1人しか失敗してないのに5人じゃない10人みんな、いっぱい走らなきゃいけないっていうので、自分が失敗したらみんなに迷惑かけるっていう気持ちでめちゃくちゃ集中してシュートをするっていうのがありましたね。これも集団意識、これはなんか練習と関係があるので、理解できるんですけど、今は僕部活してた時のことを思い出してちょっとやばかったなっていうのがいくつかあるんで、それも紹介するんですけど、テストあるじゃないですか。中間テストとか期末テスト、大きいテストですね。でそのチームの中で1人とか2人、あまりいい成績、あまりいい点が取れなかったら、それもチームみんなで走らなきゃいけないんですね。なのでみんな悪い成績取らないようにみんなで勉強を教え合っていい成績取るとか、そういうこともありました。なので1人がシュートを失敗したらみんなで走る。で1人が悪い成績取ったらみんなで走るっていう。でも他にもあって、僕中学校の時からピアスとかネックレスとかつけてたんですよね。で学校に行く時はなんかピアスは外してたんですけど、ネックレスはつけてたんですよ。でそのネックレスをそのコーチ部活の先生に見られて、で僕がネックレスしてるからチームみんなで走るっていう、本当に申し訳なくて、めっちゃごめんごめんってチームに謝りながら僕も一緒に走ったんですけど、本当に一人の人がミスとかちょっと失敗したらみんなに迷惑がかかるっていう、この集団意識とか集団行動みたいなのは僕よく覚えてますね。もうその時から部活の先生の前ではネックレス外すとか、僕の学校って、学ランっていう学校の制服があったんですけど、その制服のボタンが、12345って、5つぐらいボタンがついてるんですよね。でそのボタンも全部、閉じなきゃいけないんですよ。なのでそのボタンの一番上開けて、でそれを部活の先生に見つかったらまたみんなで走らなきゃいけないっていう。なので本当に学生の時は部活の先生から隠れるゲームを毎日やってたっていう感じですね。学校の中でその部活の先生を見つけたら、その先生が僕を見つける前にトイレに隠れて、でその先生がいなくなったら走って逃げるっていう、なんかスパイみたいな、泥棒みたいな学生生活でしたね。それでなんか例えばボタンを一つ開けてるのを見つかったりネックレスが見つかったりしたら、僕先生によく殴られてたんですよね。その部活の先生だけですけど、そんなボコボコにされるってわけじゃないですけど、時々そのネックレス外すのを忘れたりボタンを、つけるのを忘れたりした時にその部活の先生に見つかったら、一回殴られるっていうのがよくありましたね。今はもちろん絶対ダメですけどね、10年前とかそのぐらいの時は、そういうこともありました。
で、次がね、僕が部活やってて一番良かったなって思うポイント、メリットなんですけど、メンタルが強くなるんですよね。もちろん部活ってめっちゃ楽しいし、友達と頑張って練習して他のチームに勝ったり、なんか友情とかね、仲間との絆みたいな、そういうものも生まれるんですけど、でもやっぱり辛いんですよ。練習もしんどいし、朝5時半に起きて練習しなきゃいけないし、でもその辛いことを学生の時に経験したから、辛いことがあっても、その部活してた時に比べたら、そんなに辛くないかなって思えるんですよね。なんか僕最近まで外国に住んでて、外国に住むのって本当にいろんなストレスがあるんですよね。なんか不自由なことがあるんですよね。もちろんその国の言語が完璧に話せなかったらそれもストレスになるし、その自分が思ってることとか完璧に表現できなかったらそれもちょっとフラストレーションがたまるし、もちろん友達もね、なかなか日本にいる時に比べて作りにくいし、いろんなストレスがあるんですけど、その学生の時、その部活に比べたら全然大したことないので、なんか本当に小さいストレスとかだったらダメージほとんどなくね、メンタルの健康につながる感じがありますね。なんか子供の時ってしたいことだけしたいじゃないですか。したくないことしたくないんですよね。朝早く起きたくないし、嫌いな食べ物とかね、健康に良くても嫌いな食べ物だったら食べたくないし、ゲームしたいとか自分のしたいことをしたいですよね。大人になってももちろんしたいことだけしたいですけど、でも大人ってそのしたいことよりしなきゃいけないことの方がもっと多くて、そのしなきゃいけないことをもう絶対にしなきゃいけないですよね。もう避けられないし、責任もだんだん大きくなってくるっていうので、なので大人になったらメリットとデメリット考えて、しなきゃいけないこと、本当にたくさんあると思うんですけど、子供の時って別に勉強もちろんしなきゃいけないですけど、しなくてもなんとかなるじゃないですか。周りの大人が助けてくれるとか、子供の時って、自由に遊ぶ本当に大切なことだと思うんですけど、ある程度、ルールっていうか、規律みたいなものがないと自分のしたいことばっかりしちゃうんじゃないかなって思うんですね。なのでやっぱ僕は部活しててよかったですね。僕もその部活やってる時に、大きい怪我したりとか、新しいことに挑戦する時間がなかったり、いろんなデメリットあるんですけど、僕は楽しかったし、仲間と何か一つのことに、挑戦するっていうのは、いい経験、いい思い出だったなと思います。そんな感じでほとんど僕の経験の話だったんですけど、日本の部活っていうトピックについてお話しさせていただきました。それでは今日もここまで見てくれてありがとうございました。バイバイ。